あつかるちゃん、あるじだよ。今日はパソコンネタになっております。こちらのディスプレイは iMac Late 2015の27インチモデルになっておりますけれども、中身をごっそり抜いてディスプレイだけを使ってます。で Mac mini をつないで一応 M2 Proとして活躍をしております。その制作動画はね以前作ってるので、よかったらご覧になってください。それでなんとアルジンちゃんもう1台ここに iMac の27インチレイト2015ございます。これもねサブ機として使ってたんですけれども、ファイナルカットプロとかがもう入れられなかったりとか、何かやるにも限界を感じてます。なので今回はこちらの iMac も中身を全部バラしてディスプレイとして第2の人生を歩んでいただこうと思いますので、ディスプレイ化やってみたいと思うよ。まさかもう一回やるとは思わなかったんだけど、こちらの使い道がねもうだいぶなくなってきたので、ちょっと頑張っていきたいと思うよ。それじゃあやってみるよ。始まるよ。はい、そしたらこちらの iMac レイト2015 27インチ、こちらをバラしてディスプレイに改造しようかと思うんですけれども、まずやることはこのディスプレイを一回外して中のね型番を見なきゃいけないんですね。その型番が2種類あって、どっちの部品を買わなきゃいけないかっていうのを判断しなきゃいけないので、まずこのディスプレイを一旦開けてみます。それで開けるのに必要なものがありまして、こんなねツールがあるんですね。このくるくる回るやつ、これを使ってこの接着部分、iMac はね接着されてます、両面テープで。なのでここの両面テープをこのローラーカッターみたいなものでこう剥がしていくんですね。もうね、じゃあ早速ちょっと外してみたいと思うよ。こっから入れて、よいしょ。そうしたらこの裏面を使ってね剥がしていけると思うんですけど、ここが浮いてきますね。よいしょ。よいしょ。よし。そしたら開けていきます。パカーン。よし。おお、カプラを外したいんだけど、はい、ロックを外します。こっちがね見えないな。どうだっけな。ここのカプラも外したいよ。どうだっけ。これ引っ張るんだっけ。こうか。これを外すと取れますね。 OK ですね。そしたら多分この2箇所だけだったと思うので、もう怖い。これを剥がす。そしたらまず最初に言っていた型番をねチェックします。ここのディスプレイの左の下っていうのかな、ここに書いてあります。こちらになりますね。ちょっと見えないな。 LM27 見えない。0991だと思います。はい、そしたら今日は部品が分かったので、早速アリエクスプレスで部品をオーダーしたいと思うので、部品が届いてからこの辺をちょっとねバラしていきたいなと思ってます。この iMac は確かすごくねスペックがいいはずなんだよね。もういきなりこのハードディスクドライブ、これ 2TB あるよ。これはこれでなんか部品として使いたいよね。まあ使えるものは使っていけたらなと思うよ。はい、そしたらアリエクスプレスからね部品が届いたので、開けてみてちょっと試しに映るかどうかをやってみたいと思うよ。よし。はい、そしたら箱が2つほど入っておりますね。こっちが多分本体だと思うので開けていきましょう。このようなものが入ってますね。前回作ったのとね違う部品っぽいので、
ちょっとまた不安なんですけど、前回は基板が2つあったんだけど今回は1つっぽいですね。ちょっと前回のと形が違う気がしますけど、試しに映るかやってみましょう。こっちは多分ね電源アダプターだと思うんだよな。はい、こんな電源アダプターが入ってましたので早速つないでいきたいと思います。はい、そしたらまずディスプレイを外していきたいですけど、これがいつも怖いんですよね。よいしょ、どうだっけ、よいしょよいしょ、落ちた。ああ、うわ、はい、取れましたね。そしたら一旦こっちはね一旦どいといてもらって、このディスプレイにこのハーネス類をちょっとねつないでいきたいと思いますね。まずここのハーネスをね外したいんですけど、おっと両面テープか、取れた。これを外してこれをつけましょう。よいしょ、こう入れてこれをパッチン、入りましたね。はい、それとわからないのがこれがどっちにも入っちゃうから、ちょっとねサイトをチェックしてきます。はい、調べてきたけどちょっとねよく分かんなかったんだけど、なんとなくだけどこう向きかな。入った。合ってるかどうかは分からないけど入りました。これで2個カプラーを入れて、これが電源とかで、あとはタイプ C はちょっとじゃあ Mac つないでみますね。まず、はい、それと AC アダプターですね。 AC アダプターをつなぎましょうか。よいしょ。お、これでランプがついたので電源を入れてみたいと思いますけど、これをちょっとね画面を見たいですね。もう映ってるね。映ってますよ。ちょっとすげえいいじゃないですか。はい、映りました。 MacBook の画面が映りました。はい、どうやら無事にMacBook を Type-C1 本でつないで映像を映し出すことができました。しかもちゃんとね充電も開始しましたね。はい、これはまた便利なんじゃないかと思いますので、いいですね。タイプ C1 本で充電もできてディスプレイも映る。これはね成功するんじゃないかと思ってます。そしたらこの後は iMac の中身をばらして、さっきの基板とかアダプターも中に入れて形にしてみようかと思うので、後ほどまた進めていきたいと思うよ。はい、そしたら今回は iMac とりあえずこの中身を全部分解してばらしてみようかと思うよ。これやるのもね2回目だけどね、相変わらずどんな感じか覚えてないけど、どうやってやるのかな。そしたらスピーカーを外していきますか。はい、スピーカー取れました。スピーカー、よし。4枚入ってましたね。はい、ロジックボードなんとか取り出すことができました。はい、そしたらまずスピーカーですね。スピーカー2個、ファン、ハードディスク 2TB、こちらが電源になってて、こちらがロジックボード。この iMac はフュージョンドライブって書いてあったけど4枚入ってるけど、1個だけ違うけど8ギガが4枚入ってましたね。そして中身はこんな感じになってます。それでこの後はね、この足を外してベサマウントをつけたいので、ちょっと後ろをゴニョゴニョ加工してスイッチ類とかをここにまたつけて
あとは基板を入れて電源を入れて、であとはディスプレイを戻すっていうところまであるので、この後はどういうふうにちょっと基板を配置しようか考えてみたいと思うよ。はい、そしたらなんとか iMac くん空っぽにすることができましたね。はい、すっからかんです。それではこれをどうするかというと、まず中に何を入れてどういうふうに設置をするか考えていきたいと思うよ。そうしたらまずこちらの基板ですね。基板を設置するんですが、ここの穴からケーブルを出したいので HDMI とか USB とかのこのケーブルをここの裏から出したいので、最低この2つは表に出さないといけないんですね。なのでこんなイメージですね。この iMac のメモリーが入っているところの蓋のところから HDMI と Type-C、 こちらをまず外に出せるようにしたいので、基板はここにセットしたいですね。こんな感じで。でスイッチはここの以前もやったんですが、ここに穴を開けてこの辺に設置する予定です。スイッチを設置してその上に基板を置きたいですね。こういうイメージでやっていきたいと思います。電源はこの辺に設置をして、ここのコンセント部分は iMac の裏のカプラーにつなげたいと思います。こんな感じね。これはここにつくのかな。こうですね。こういうイメージ。そしてね、スピーカー何でもいいからつけようかと思ってるので、これもどっか工夫してこの辺にどっかにこうスピーカーもね取り付けようかと思ってます。こんな感じですね。基板を入れて電源を上につけてスピーカーをうまくつけられたらいいなっていうところと、スイッチはこの裏に、基板の裏にこのスイッチを取り付けたいと思います。でケーブルはこの下から飛び出るようになってて、裏から見るとどうなってるかというと、こういうイメージですね。ここからケーブルを出します。それでね、裏はここにベサマウントをつけられるように加工していきたいと思います。はい、そんな感じで iMac のディスプレイ計画、どういう風な設置にするかイメージができたので、今回は分解編ということでここまでにします。この後次回組み立て編を一気に進めていきたいと思うので、そちらの動画も楽しみにしていただきたいと思うよ。それじゃあ今日はここまでだ。いくぞ。せーの、お疲れちゃんスパン。